白旗です。あんだけ優秀と言われたシャリオツが女性はちょっとみたいなことを言って、このシーンは自分の妙法蓮華経をナムしたっていうナム妙法蓮華経と言われたですねの表現。すごい空気感だろうね、現場ね。カオスよ。絵面すごいよ、シャリオツよと。これを自分の成仏と思うんじゃなくて、あなたの成仏だと思いなさいと。思いっきり論破されたね。すごいですよ。何の感想にもなってねえな。社会問題に切り込んでいく姿ということで。では今回ね、河本女人成仏でございます。女人成仏。なんでここで悪人成仏と女人成仏が並んでるのかっていうところで、自分がね感じたところを話していきたいと思ってますんで、ちょっとこれをまた、皆さん参考にしていただければなというふうに思ってますね。鼻息荒いですね。ちょっとトイレ行ってきたんでね、ダッシュで。すいません、ちょっと息が荒めですが。行きましょうか。はい。流女成仏、大いなる女性の人権宣言。遠藤、今回は台場だった本の後半、流女の成仏について見ていきたいと思います。須田、流女は女人成仏の典型として有名ですね。池田、女性の成仏は法華経の重要なテーマの一つです。それにしてもこうして男性ばかりが集まって女性のことを論ずるのも大変な挑戦だね。斉藤、はい、後で婦人部女子部の方々に叱られないようしっかり学んでいきたいと思います。遠藤、婦人部の方の中には女性が成仏できるかどうかではなくて、仏道修行をサボりがちな男性が成仏できるかどうかの方が問題よと鋭い指摘をされる人もいます。今婦人部女子部が一緒になって女性部とね言われてますが、本当におっしゃる通りだっていうことなので、コメント欄でもちょっと優しくしていただいて。優しく。池田、皆普段から女性陣の求道心には圧倒されているようだね。以前会談したジブチのハッサン・グレド・アプティドン大統領が言っておられた。将来は男性と女性の戦争になるかもしれません。そうしたら私は女性に味方しますと。私も同じですとすかさず賛同しました。このことをロシアのヤコブレフ博士夫妻にお話しした。すると博士は、私は戦争になる前から白旗を上げて降参です。男性が女性にかなうわけがありません。なぜならこの50年間の経験上、妻にはいつも負けてばかりなのですと。共に乗り越えてこられた50年の人生の春秋、素晴らしいご夫妻です。実は大和だった本の流女の話は、一面から言えば威張っている男性が女性に負けた、知恵第一のシャリホツも流女の信心にはかなわなかったという物語なのです。また女性を差別する思想に対して実証をもってそれを打ち破った大いなる人権宣言なのです。女性の成仏については少々誤解もあるところなので正確に把握しておこう。白旗です。そうですね、戦う気はございません。はい、促進成仏の現象の衝撃。須田、まず台場本での流れを見ておきます。台場だったへの時期が終わると、多方如来についてきた智釈菩薩が本土法上世界に帰ろうとします。智釈とは知恵が積み重なっているという意味ですから、頭が良くて察しが早かったのでしょう。悪人成仏を聞いて両方苦渋、釈尊の入滅後法華経を広めることの勧めはもう終わったと思ったのかもしれません。多方如来が来た時に一緒についてきた智釈菩薩っていうのがいて、大バラッタに受給したっていうことは悪人成仏がこれで終わったと思って、帰ろうとしたけどまだ早かったと。ちょいちょいと、遠藤、しかし早とちりだった。釈尊の説法はまだ終わっていませんでした。池田、そう、智釈にも分かっていないことがあった。それが促進成仏だね。須田、はい、そこで釈尊は智釈を引き止め、文殊師利菩薩と妙法について対話をしてから帰ったらどうかと提案します。すると大海の流宮で愚教していた文殊師利菩薩が狂気した多くの菩薩たちを引き連れて国上に出現します。これが浦島太郎の元ネタになってるっていう話もありますよね。大海の流宮でとか言って、なんかつながりそうな空気が出てきました。流宮城なんて言いますが、その流宮のところで愚教していたんだと、この文殊師利菩薩が、でそこで狂気した多くの菩薩を引き連れて国上に出てきた。面白いストーリーですな。なんかぶっ飛んでますよな、法華経は。そこで智釈と文殊の対話が始まります。まず智釈が文殊に、
あなたは竜宮でどのくらいの主情を稼働してきたのかと尋ねます。文殊は、竜宮においてもっぱら法華経を説いて無料の主情を稼働してきたと言い、さらに竜王の娘である8歳の竜女が法華経を聞いて即座に悟りを得たと語ります。しかし智釈はそれを信じようとしません。仏の悟りは菩薩が無量光の間難行苦行を重ねて初めて得られるものであって、竜女が短い時間に成仏したなどということは到底信じられないというのです。斎藤、文殊の竜宮での愚教は法灯本が説かれているわずかの間であったと大聖人は仰せです。そのわずかの間に文殊は多くの主情を強化し、竜女は悟りを得たのですが、それは全部法華経の力を示しているとも仰せです。文殊の教験によりて海中にして星台場の中間わずかに法灯本を説かれし時刻に仏になりたりしことはありがたきことなり、一代長家の法華経の御力にあらずばいかでか核は候べき。池田、智釈はその法華経の力が分からなかった。だから竜女が即身成仏したと言っても信じられなかった。不信です。妙法への不信は二禅大聖人が根本無明と言われている。それは自分自身の生命に暗いことであり、結局自分自身の生命への不信です。また大聖人が智釈の不信を別教の心なりと仰せのように、菩薩の52位など多くの段階を経なければ成仏できないという考えを智釈は代表しています。これに対し竜女は法華経という縁教を代表している。別教に対して縁教とですね。旧思想の男性群に対して新思想を身をもって示しているのが竜女なのです。大和本はそういう思想劇の側面を強く持っている。深夜な内容を劇的なストーリーによって表現しています。だから聞く人は飽きさせない。遠藤、次のところもそうですね。智釈が不信の言葉を言い終わらないうちに突然竜女本人がその場に現れます。なんか文句言ってたら本人登場ってことですね。うわあ、空気がみたいな。空気が凍るやつやな須田、ドラマチックですね。遠藤、竜女は釈尊に挨拶して言います。仏のみが自分の成仏を知ってくださっています。私は大乗の教えを聞いて苦悩の主情を救ってまいりますと誓うのです。池田、我は大乗の教えを開いて苦の主情を度脱せん。有名な言葉です。素晴らしい言葉です。皆は自分をバカにしているかもしれない。しかしそんなことはどうでもよい。真実は仏が分かってくれている。自分はただ自分を救ってくれた妙法の力で人々を救っていくだけだと。自分の感覚で言えば、幹部は分かってくれなくても、世間から批判されても先生が分かってくれればそれでいいっていうことですよね。先生は分かってくれてると、そういう感覚の昔のバージョンなんです。即身成仏とは、苦しむ人を救わずには置くものかという仏の強い心を我が身に開くことなのです。バカにされようが差別されようがにっこり笑って悠々と不幸の人々を救っていくのです。その人はその身そのままで仏と輝いていくのです。須田、男性側は分からずやというか、この後も不信の言葉が続きます。竜女の決意を聞いて今度は舍利発が不信を表明するのです。舍利発の不信の理由は2つあります。一つは智釈と同じで、仏の悟りは長い間の苦行によって得られるものだという固定観念です。もう一つは、女性は梵天、大釈、魔王、天輪女王、仏にはなれないという五章の説です。ここから女性の身で速やかに成仏するなどということはありえないと竜女を非難するのです。智釈に続いてシャリホツが、あんだけ優秀と言われたシャリホツが、いや俺も分かんねえとかいう感じで入ってくるってことですよね。ちょっと納得いかんすわ。ちょっと女性はちょっとみたいなことを言ってる。時代的なね背景もありますよ。そこは大事ですね。今だったらもう全然話が変わってきますが、そういうことを言ってて、その五章の説っていうのは、昔方便として釈尊が説いてたって話ですね。斎藤天台大師は真子シャリホツは三蔵の言を挟んでなんずと述べています。五章の説は三蔵の言
つまり仮に説かれた教えの説ですね。遠藤、シャリホツはここではいわば正門の代表選手で悪役です。池田、これら略光修行の成仏観も五条の説も龍野が促進成仏の現象を示すことによって見事に拝借されるわけだね。須田、はい、龍女は三千大千世界、すなわち宇宙全体の価値に等しい一つの宝珠を取り出して釈尊に奉ります。釈尊はこれを直ちに受け取ります。そして龍女はこれを見ていたシャリホツに対して、自分の成仏はこの宝珠の受け渡しよりも速やかなのだと言い放ちます。強いですね。8 8歳のいわば女の子みたいなことだけどね。強いです。池田、象徴的な表現だが根本的な拝借になっている。宇宙全体と同じ価値を持つ宝珠とは宇宙の根源の法である妙法を象徴しています。また妙法の統体である自身の生命の象徴であると言っても良いでしょう。それを仏に捧げるということはかけがえのない自分の神妙を捧げることです。つまり奇妙であり南無することであり信心です。宝珠を仏が受け取ったということは龍女の生命が仏と一体になったということであり、龍女の成仏を仏が証明しているのです。また宝珠とは一年三千の奉仕のことです。仏にそれを捧げたとは龍女が一年三千の妙理を悟っていることを表している。遠藤、音義伝ではこう仰せです。龍女が手に持てるときは聖徳の宝珠なり、仏受け取りたもうときは取得の宝珠なりと。聖徳の宝珠とは龍女が本来備えている仏性であり、取得の宝珠とは仏性を修行によって表したということでしょうか。南無するっていうことで、このシーンは自分の妙法蓮華経を南無したっていう南無法蓮華経ということですね、の表現。なるほど。これが大体の全体像ってことですよね。ここからが大事です。女性が成仏してこそ男性も成仏。池田、誰もが聖徳の宝珠を持っている。一切衆生が平等に宝珠を生命に持っているのです。そう見るのが実界五具であり、一年三千であり、法華経です。実界の中には畜生界もある。龍女は畜神ですが、当然畜生界にも仏界が備わっている。しかし差別感にとらわれた目にはそれが見えない。生きとし生ける者に仏界を見る法華経です。女性への差別など微塵もありようがない。女性は成仏できないなどと言うなら、それは一年三千ではありえない。一年三千を否定するならば自分自身の成仏もない。故に龍女の成仏は全女性の成仏を表すだけでなく、実は男性の成仏をも表しているのです。女性の成仏を否定する男性は自分の成仏を否定しているのです。皆そこがなかなかわからない。斉藤、前に二乗差仏のところで菩薩たちが二乗は成仏できないが自分たちはできると思い込んでいた。しかし一年三千が分かってみると、二乗が成仏できないとしたら自分の生命の二乗界も成仏できず、自分の成仏もなかったのだと気がつく。それに似ていますね。須田、人の不成仏は我が不成仏、人の成仏は我が成仏ということが菩薩たちには分からなかった。池田、一言だと思っていたのです。しかしどんな差別でも誰かを差別するということは自分自身の生命を差別することなのです。だから龍女はこの時シャリホツや智釈に向かってこう叫びます。汝が人力をもって我が成仏を見よと。大聖人はこの叫びをシャリホツ、龍女が成仏と思うが非が異なり、我が成仏ぞと感ぜよと責めたるなり。シャリホツよ、これを龍女の成仏と思うのが見当違いなのだ。我が成仏なのだと見ていくのだと龍女がシャリホツを責めたのであると仰せです。遠藤、シャリホツも智釈菩薩もやられっぱなしですね。そもそも菩薩は一切衆生を成仏させてからその後に自分も成仏しようという誓願を立てています。一切衆生の半分は女性ですから、女性が成仏しない限り自分も成仏しないのは当然と言えます。強いですね。もう諭してますからシャリホツを。こ
れすっごい空気感だろうね、現場ね。もうカオスよ。まあ、怯えてるでしょうが、うん、シャリホツとかもね、知識人がねわーって集まってる中で8歳の女の子が絵面すごいよね。うん来てシャリホツよと、うこれを自分の成仏と思うんじゃなくて、あなたの成仏だと思いなさいと、まあ、要するにあなたっていうのはシャリホツのことだけど、思いっきり論破されたすごい絵面。てんてんてんって感じでしょ須田、しかし差別意識の根は深い。理論だけではなかなかその囚われを除くことは難しいものです。その意味で大馬本の象徴的な表現は現象によって女人成仏を教えようとしていると思います。池田、そうかもしれない。次の返上男子、返じて男子となってのところも具体的に成仏の姿を示したものです。須田、はい、我が成仏を見よと叫ぶや、龍女は人々の見ている前で男性に変わります。おさらに南方の無垢世界に行って成仏の証明として皆に分かるように32層80種項、仏に備わる理想的特徴を備え、一切市場に妙法を説いている姿を表してみせるのです。その姿をはるかに見たシャバ世界の市場は大いに歓喜し再敬礼しました。想像するのが大変ですが、まあでもスケールがでかすぎて、まあ仏と同じ理想的な特徴っていうものをこう表してみせたってことですよね。この女っていう姿、しかも竜っていう畜生の姿、だから信じられないんだろうと。じゃあ見せてあげますよ、やろうと思えばできますよっていう感じですね。変身って、そして彼らも不退転の境地を得て成仏の受記を受けました。これらの現象を眼前に見て智釈菩薩とシャリホツは沈黙せざるを得ませんでした。大馬本はここで終わっています。斉藤、この返上男子について成仏するために男性の姿に変わらなければならないというのであれば、やはり女性はまだ差別されているのではないかという意見があります。こういう意見が出るのは当然でございますよね。まあそうですね。方便なんだけどね、こうしないと信じないからってことなんだけど、まあそのことも結構大事なんですよ。なるほど。背景を知ることが大事なんで。時代背景とかって大事ですよね。歴史観とかそういうのね。そう、そのことを書いてますんで、一旦バイきますね。はい。返上男子は分からせるための方便。池田、いやそれは違う。龍女の成仏はあくまでも促進成仏です。女性の身のままで成仏したのです。返上男子はシャリホツをはじめ、成仏は男性に限られると思い込んでいた人々に対して龍女が成仏したことを分かりやすく示すための方便に過ぎないでしょう。男性にならなければ成仏できないという意味ではないのです。そのことは一番初めに文殊菩薩が龍女のことを紹介するくだりですでに明確です。龍女がすでに成仏していると文殊菩薩は語っているのです。もうすでに成仏してるんだと。分からせるための方便ってことですよね。遠藤、少し長いですが大事なところなので読んでみます。釈迦竜王の娘は年始めて8歳、知恵離婚にしてよく主上の諸根の行号を知り、だらにを得、諸仏の時たもうところの人人の秘蔵をことごとくよく従事し、深く禅定に行って諸法を両脱し、刹那の間において菩提心を起こして不退転を得、弁財無下にして主上を自念することなお釈子のごとし、功徳は具足して心に思い口に述ぶることは微妙広大にして慈悲人情あり、死は和下にしてよく菩提に至れる。釈迦竜王の娘は年はやっと8歳である。知恵に優れ主上のさまざまな素質がどのように現れるかを知っている。法の精髄を記憶して忘れずに悪を防ぐ力を得ている。多くの仏が説いた奥深い秘蔵の法をことごとく従事できている。深く禅定に入って諸法を完全に得得し、悟りを求める心を起こしてもはや退くことのない境地を一瞬のうちに得た。その弁舌の才能は自由自在であり、至上を慈しみ、常に思っていることはあたかも母が赤子に対するようである。あらゆる修行の功徳を備え、心に思い口に述べることは深遠で素晴らしく、また広大である。
慈悲があり情けは深く、心は穏やかで優雅で、よく悟りに到達した。長いところでございます。池田、まさに仏の姿です。また理想の女性像、人間像とも言ってよいと思う。斎藤、諸法を両立し不退転を得、人々を救う慈悲と知恵と力を備え、よく菩提に至れりというのですから、すでに成仏していたということですね。また龍の自身が自分のことを菩提を成就た、悟りを得たと言っています。遠藤、龍女は通常の成仏観から見れば一番成仏に遠い条件を備えているように見えます。つまり丸1、畜生であること、丸2、女性であること、丸3、8歳という年少であることの3つです。その龍女が成仏したといっても、外面の姿だけを見ていたのではとても分かりませんし、人々には信じられなかった。そこでシャリホツらの低い気根に合わせて、分からず屋の人々がこれなら分かるという姿を示した。これが返上難しということでしょうか。池田、そうなるでしょう。返上難しは他の大乗仏典の中でも多く出てきます。これも本来大乗仏教の空の立場から言えば、男性女性という違いにこだわること自体おかしな話だし、理論上は全く必要がない。しかしそれが説かれた時代に女性がその身そのままで仏になるという思想には大きな抵抗が予想されたのでしょう。遠藤、当時のインド社会は女性差別の社会ですから。また仏教においても、それまでの正常教、部派仏教においては女性は強く差別されてきました。だから確かに一旦男性になってから成仏すると説いた方がクッションがあって受け入れられやすかったと思います。須田、いわば妥協の産物でしょうか。池田、そういう面があるでしょう。本来仏教は生きとし生けるものを一つの黄金の大生命の個々の現れと見る。それが釈尊の悟りです。それを縁起とも言い、空とも言い、妙法とも言うのです。その悟りの眼から見れば、男女間の上下の差別などありえない。ただその法を社会に広め定着させていくには、どう解けば受け入れられるかを考えなければならない。随時悟りそのものをそのまま示すことの信念の上に、随体、人々の気根や傾向に従って解き、次第に悟りに導くことの知恵が必要な場合がある。法華経以前の大乗仏教の返上難し説も、よく言えば女性は永遠に成仏できないとしていた正常の思想を打ち破る革命的な教えだったとも言える。斎藤、いきなり真実そのままを説いても抵抗が大きすぎたということですね。そして法華経に至って初めて随時の女性の促進成仏を宣言した。池田、ただ問題はそういう社会への適用の中で、宗教者自身が次第に社会の差別意識にとらわれてしまう場合です。それでは法は歪められてしまう。その結果、歪んで伝えられた教えが社会の差別意識をさらに助長し、固定化する悪となることも多い。仏教の女性観を歴史的にたどっても、そういう紆余曲折があったのではないだろうか。遠藤、そう思います。シャリオツが語った五小説はその典型です。この説は釈尊滅後に出家僧が権威主義化した部派仏教の時代にできたとされます。そこでは当時のインド社会の差別主義に影響されて、女性と在家に対するあからさまな差別が行われるようになっています。そこには多くの男性出家者がバラモン出身であり、その体質を捨てきれなかったという事情が背景にあるかもしれません。一旦感想です。そうっすね。すげえな、龍女のお姉ちゃん。龍女のお姉ちゃんね。お姉ちゃんね。周りは敵だらけ、否定されてけなされて、んがしかし、僕にはシェンロンに見えましたね。龍がすごいね。何の感想にもなってねえな。いや率直な感想ですからね。伝わらないと意味がないというところで、どうしても随体になってしまうタイミングがあったりするっていうことで、女性不成仏だったりっていうことを言ってた時期もあるっていうところで、そこだけ切り取ると、法華経以外の仏教を切り取ると自然と女性差別とか在家差別とかの教えになっちゃうという、だから法華経までちゃんと学ぼうよとことなんですけど、はい、
まあでも今の我々からしたらね、創価学会の組織の中で女性部が一番強いと思ってますからね。馬力が違いますわね。はい、エナジーが前提がもう全く違うんですけど、我々のここでは社会的な意味での女性差別が起きていたことに対する話ということで、社会問題に切り込んでいく姿ということで捉えていいですかね。今のところはね、うんまあ、とにかく女性差別がされてきたっていう背景、うん歴史、ちょっとここを今は学ぶタイミングというところなので、もうしばらく女性の人権の歴史といいますかところを勉強しましょうというタイミングですね。はい、もう少し続きます、はいこんな感じ。次回またより深い意味での四人成仏語っていきたいとうん思います。はい、今日はこの辺、はい、お疲れ。おつもと